なんだろう。あれこれは誰？誰ぞん誰？キャスパー。何か問題でもマスター・アンドレアス。お？アンドレアスのその後かなこれ。アンドレアス。なんだって？何か問題でもマスター・アンドレアス。ああ、大丈夫だ。ちょっと彼のことを思い出していたところだ。少なくともそうしようとはしているんだが、ただそう簡単にはいかないようだ。席を外しましょうか？いやいや、キャスパー、大丈夫さ。これ以上できることはない。もう手遅れだ。他の様々なことのようにね。タイだ。アンドレアス・マーラー、またここでお会いするとは。ここ7年間、ギルンブルクにいらっしゃったのですか？そっか、もう7年も経ったのか。いいや、ギルンベルクでは数年間過ごしていましたが、海外でいくつか仕事を請け負っていました。そうなんだ。今後のキャラクターの選択を左右する背景を選択してください。え？終わりではないのか。まだ続くんだ。選択肢の一つ目は、ポーランドですね。アンドレアスはポーランド語を多少、チェコ語とハンガリー語を少しできるので、クラクフ、プラハ、ブダなどの文化の記事を参考にできる。二つ目はイギリス。アンドレアスは英語をある程度知っており、ロンドンやイギリスの他の地域の文化的な名所を紹介できる。そしてフランス。アンドレアスはフランス語を知っており、パリ、トゥール、ディジョンの文化的な名所を紹介できる。そして最後に、アラゴン。アンドレアスはスペイン語がある程度でき、アラビア語も少しできる。また、バルセロナやバレンシアの文化的な名所を紹介することもできる。そうなんだ。どうしようかな。元々のアンドレアスは、イタリア語の方はちょっとできるってしていたんだけど。あとどうしようってところですね。スペイン語にしてみようかな。あとアラビア語も少しできるって書いてるけど。よーし、じゃあ、これを選択することにしましょうってことなんですけど、ちょっとここで一旦、録画を中断します。さて、7年後のアンドレアス・マーラー君。今後の背景ってことで、スペイン語を選びましょう。アラゴン。なろうしか。ほい。アラゴンで数年間、ですね。彼らはオランダの画家がとても好きで、私のスタイルはそれに近い、ですね。なんか翻訳がやっぱり変だ。そこではまだ、恐ろしい異端者弾圧を行っているのですか？半島ではそうですね。ですがアラゴンではそれほどというわけでは。なぜですか？私は、残酷だと思うのです。ユダヤ教徒もディジョンから追放されました。私たちの歴史の醜い部分です。あなたがそんなことを考えているとは。私は誰かを救うために火に取り込むつもりはありませんが、彼らに起きたことは正しいとは思いません。いずれにせよ、時間と運はあなたに味方したようですね。なんで？最近に連絡しなかったことはお詫びします。しかし、他に血を取られていまして。連絡しなかったのは申し訳ありませんでした。予定していたわけではなく、ほんの少し通っただけでして。7年という月日は長かったというわけですか。ちょっと、これにしようかな。私たちも訪問者を受け入れる予定はなかったので、物事の状態にあまり驚かないでください。私はあなたのような裕福な人が小さな町外れの大修道院を訪れる時間があることに驚いています。裕福な人なんだ。あなたの倹約したい気持ちが以前の雇用主に寄付することを許さないのでしょうね。あらあら。大修道院に寄付はしてないのか。ほらな、キャスパー。外修道士はレモンのように苦く、古い牛乳のように酸っぱい魂を持っているんだ。そうですね。ちょっと皮肉を言われちゃった。変わっていないですね。全くもって嫌なやつという言葉が似合いますね。ストレートすぎるけど。ちょっとこっちにしておこう。こんな焼け跡に閉じ込められたら、あなたもそうなりますよ。焼け跡？
ゲストハウスにご案内しますよ。ついてきてください。もちろんあなたのお弟子さんも泊まるといい。感謝しますよ。それでは道案内をお願いします。こちらは私の弟子、キャスパーと言います。おもてなしに感謝します。弟子も紹介しておこう。1名。おやおや。第4章は革命か。始まった。キャスパー。最後にここに誰かが泊まったのはいつでしょう。何もかもがカビ臭くて。バストアンドレアス、どうしてチアさんでこんなにも有名になったんですか？あなたはイタリアにワンダーアヤーレを過ごされたんだと思っていましたよ。そうだよ。だけどその終わりはここで迎えたんだ。傑作を仕上げるまでの間、詐欺師で金を稼ぎながらね。本当ですか？修道院にまだ詐欺師があるとは思っていませんでした。いや、ないよ。それにチアサオにももう存在しない。良くも悪くもね。おや？亡くなっちゃったのか？話した方が良さそうだね。私がここにいた時、この大修道院で起きた殺人事件のことを。本当に？あれはひどい事件だった。そうですね。おかしなように聞こえるかもしれないが、刺激的だったよ。ちょっと刺激的っていうには、ひどい話だったんでこっちにしときましょう。ゲルノット神父はとっさに私の友人であるピール修道士がその犯罪を犯したと告発したんだ。私は多少の捜査をして、他の人間が殺人犯であることを調査以上に証明することができたんだ。ただそれが正しかったかというと、そうではなかったと思うんですけどね。道民の一人、オッティギア・ケンパリンはその罪のために死んだんだ。罪悪感があるよ、ちょっとこれ。あなたは知らせたんですか？言われちゃった。いや、私は証拠を集めて正直に提出しただけだ。判決を下したのは助裁長だ。証拠は揃いきってないんだよね。そうだ。そうしなければ無実の人間を死なせることになっていたんだ。これもちょっと言い訳でしかないね。オッティリアさんも無実だった可能性がある。わかっているだろうが、もう何年も前のことなんだ。そのことについては話したくない。話したくないっていう、なかったことにするのも忍びない。認めるか。これはちょっとあれだね。最終的な結論を下したのが助裁長だから。割り切って考えるっていうのも一つの考え方。そうするか。冷静に行こう。ご友人を死なせるわけにはいきませんよね。じゃあやめてよ、その言い方。なんか命の選択ってなっちゃうから。なぜもっと前に教えてくれなかったんですか？それはひどい状況だったんでしょうね。シアサオにいた間いくつか失敗を犯したけれど、最終的な友人の命を救ったのさ。難しいね。そうとも言えるし、すっきりした感じもある。すっきりしませんよ。それで今回はタッシングで何をするんです？ピール修道士に敬意を表するためだ。それに、正直なところ、ギルンベルクには戻らないつもりだ。あれ？そうなの？このコミッションは宗教的な真意を口実にしたわいせつな虚偽心の塊だ。俺の常連客は満足感を得ることと、私腹を肥やすことしか考えていない。毎回新しいコミッションを恐れている。治療への道のりは一歩一歩苦しいものだ。しかしマスター、あなたは有名でお金持ちです。そして仕事も完璧。ほう。ギルンベルクであなたの祭壇画を見たとき、父にあなたの弟子になりたいと頼み込みました。何もかも達成されているのに何が不満なのですか？わかるよ、信じがたいことは。かつては俺も君と同じだった。そう、俺が成し遂げたのは自分の仕事だけだ。今では何も残っちゃいない。仕事は成功したんでしょうね。裕福だって言ってるし。神父のようになりたい、修道士のようになりたいと思っていた。それが自身の夢だと。いや、そうに思ってないけど。ということで、これにしよう。かつてはこの命がすごく惜しかった。何をするにしてもな。俺が変わったのか、実現したらあったものが本当にあったのかわからない。
ただの同居人に過ぎなかったのかもしれない。部下としてのキャリアがいいものになるように。キャスパー、俺の失敗から学ぶんだ。いいね。うん。だから、これは君が覚悟しておかなければならないことだぞ、キャスパー。失望の人生さ。なんかそんな若者に対して、未来が暗いようなこと言っちゃいかんよ。学んでほしい。これは記憶に残りますだって。フェイ、マスター・アンドレアス。でもそういう辛い思いを君に背負わせたくはないのさ、キャスパー。そうだな。うん。重荷は背負ってほしくない。さあ、俺の旧友クラウスに会いに行こう。久しぶりにな。行きましょう、マスター・アンドレアス。うん。さてと。じゃあ、7年経って、新しいショーが始まったところですが、ここで一旦、区切りましょうかね。はい、それでは皆さんまた、お会いしましょう。See you later!